在宅医療福祉コンソーシアム長崎のウェブ講座をご覧いただきありがとうございます。私、本コンソーシアムの取り組みの推進担当をしております長崎大学薬学部の中島と申します。それではこのウェブ講座の第1回目としまして本コンソーシアムの取り組みとこのウェブ講座の紹介をさせていただきます。まず私たち在宅医療福祉コンソーシアム長崎について説明をさせていただきます。薬学看護学の統合教育体制をすでに確立しています長崎県内の国公私立3大学、長崎大学、長崎県立大学、長崎国際大学が長崎県内の4つの自治体、それと在宅療養支援に関わっています12の職能団体1法人と連携し、新しい大学での医療人教育改革に取り組んでいる組織です。この組織の内容については後ほど少し詳しく紹介をさせていただきます。さて、在宅でのがん医療、がん治療ですが、近年の科学技術の進歩によりがんの新しい治療法が開発され、在宅でも高度ながん治療を行うことができる環境が整いつつあります。しかし、がんの療養者の方に忍び寄る不安や死への恐怖、また患者へ対応され日々の介護で苦悩するご家族の問題など、在宅がん患者の方を支える周囲の環境についてはさまざまな問題があるのも事実です。その一つの理由として、在宅療養支援の現場で患者やご家族のニーズに応えることができる医療者や介護者がまだまだ少ないということが挙げられると思います。つまりその理由の一つとしては、在宅がん患者に対するいろんなケアを学ぶ大学教育プログラムというのがまだ日本には存在していないということがあります。そこで私たちコンソーシアムの取り組みですけども、先ほど説明しました3大学は協力し、県内の自治体または専門職能団体の皆さん方と連携して、がん患者の在宅療養支援に関わる人材育成に取り組んでいます。本事業は平成24年に文部科学省の大学間連携共同教育推進事業地域連携分野に採択され、そして平成27年の中間評価で全国唯一の S 評価、非常に優れた取り組みを行っているというふうな評価を受けることができました。この写真は会議風景の一つですけども、この20団体の中で左側の3つの大学には33名の委員、そして右側の17の外部団体には44名の委員、合計77名の委員が年間10回ほど集まっていろんな議論を進めながら新しい大学教育プログラムの開発に取り組んでいます。長崎大学では医学部、歯学部、薬学部、長崎県立大学では看護栄養学部、国際情報学部、長崎国際大学では薬学部、健康管理学部、人間社会学部が参加しています。一方、自治体としては長崎県、長崎市、長与町、佐世保市、そして、専門職能団体法人としては長崎県の薬剤師会、病院薬剤師会、看護協会、医師会、歯科医師会、歯科衛生士会、理学療法士協会、作業療法士会、言語聴覚士会、栄養士会、社会福祉士会、介護福祉会、そして長崎地域のこの在宅療養支援をしっかり行っていらっしゃいます認定 NPO 法人長崎在宅ドクターネットの皆さん方と一緒になって大学教育改革に取り組んでいるところです。で、実際どのようなことを行っているかですけども、主はここにありますように新しい大学教育プログラムの開発に取り組んでいます。つまり通常の大学ではなかなかまだ事業として開講していない
在宅がん医療緩和ケアをテーマとするたくさんの科目を新たに長崎県内の大学間単位互換制度であるナイスキャンパス長崎に登録することで、3つの大学の学生に対して最新の知識に基づいた医療人としての専門職教育を均一に提供しています。この写真は3つの大学の学生が集まって実習の後、その実習の成果をまとめて発表会をしている風景です。さて、ここに平成24年度から開発しております事業科目の開発年次計画の一覧をまとめております。一番左の方には13科目の科目名が書いてあります。そして平成24年度のスタート以来、平成26年度には当初計画を超えた13科目の科目を開講することができました。授業方法としては講義に加えて演習やまたは実習科目もたくさん開講しています。その結果、2年目の平成25年には347名の大学生が単位を取得し、また平成26年度にも362名の学生が単位を取得しております。このような形で平成28年度に向けて今取り組みを進めているところです。このようなプログラムを受講した大学生たちは、多職種共同による在宅がん医療緩和ケアを担う専門職としての主体性と協調性を身につけることができます。そしてその多職種共同の必要性を認識し、自分の専門分野とは異なる分野のケアにおいても基礎力や応用力、または実践力等を身につける機会を得ることができています。このような学生たちは将来地域の在宅医療機関や福祉施設で広く活躍することでしょう。さて、このような大学生向けの取り組みとは別に、一般住民向けにこの取り組みを広く知っていただくため、シンポジウムやまたはフォーラムといったものも平成24年から定期的に開催しております。まず平成24年12月18日に3つの大学の学長に集まっていただいたキックオフシンポジウムからこの取り組みはスタートいたしました。そして年3回各大学が主催する形で県民フォーラムを開催しております。この写真は平成27年度の第2回県民フォーラムの模様で250名を超える方に集まっていただくことができました。これが平成27年度の県民フォーラムのそれぞれの内容です。平成27年度はみんなで支え合おう在宅ケアというのをテーマにそれぞれ県民フォーラムを開催し、多くの方に集まっていただくことができました。そしてこの度 S 評価をいただいたことで、このウェブ講座も開講することができたんですけども、それとは別に平成28年2月4日には改めて3大学の学長に集まっていただいて特別企画シンポジウムを開催いたしました。これまでの県民フォーラムでは医療や介護福祉の専門職の方に講演をお願いする機会が多かったんですけども、この特別企画シンポジウムではがんの療養者やまたはその介護に当たられた方々の貴重な体験を伺って、また認識を新たにしよう、知って考え行動するそれぞれの在宅ケアというテーマで開講し、このシンポジウムを多くの方々に集まっていただくことができました。さて、このウェブ講座ですけども、多職種共同による在宅がん医療緩和ケアの基礎知識というテーマで合計24本のビデオを搭載しております。まず最初に多職種共同によるがん患者の在宅療養支援の基本として11本、次に専門職によるがん患者の在宅療養支援の実際として11本、最後に多職種共同によるがん患者の在宅療養支援の模擬事例として2本のビデオを準備しております。このウェブ講座の講師陣ですけども、
私たちコンソーシアムの最大の特徴であります地域の専門職の方々に講師をご担当していて、現場の最前線の情報に基づいた内容を広く大学生の皆さんに知っていただくような内容になっているかと思います。ぜひ講義を受ける前後にこのウェブ講座を見て学びを深めていただきたいと思います。また一般の方もぜひこのウェブ講座を見て在宅でのがん医療緩和ケアについて学んでいただければ幸いと思っております。私たち長崎のこの在宅医療福祉コンソーシアム長崎のメンバーでは、地域の中での在宅がん患者を支える仕組みづくりの全国への発信ということで日々取り組みを進めているところです。ではどうぞ引き続きウェブ講座をご覧ください。ありがとうございました。